こんにちは、バーチーです。よろしくお願いします。こんにちは、トマト大好きキリタンです。よろしくお願いします、バーチーさん。アズールの権威、おめでとうございます。ありがとう、キリタン。権威の名に恥じぬよう、これからも精進します。また、動画を定期的に作成し、アズールの普及に努めます。バーチーさん。これからの対戦ですが、テーマを決めたらどうですか？ならば、今回のテーマは、4列目ポジションの急所でどうでしょう？ 4 列目ポジション、3列目ポジションの次に人気がありますね。そうだね。せっかくだから、なぜ3列目ポジションが強いのかも一緒に見ていこう。キリタン、対戦するよ。世界ランキング、上位を目指して頑張ります。さて、1ラウンドです。相手が先行ですね。タイルは、黒5、白6、青4、橙4、赤1です。期待値と離れましたね。この配置なら、3列目ポジションを考えたいところ。やはり、青2を取りましたね。私青1、相手青1で、床のタイルは、黒3、白3、橙1、赤1。白3で4列目ポジションを狙えそう。下プレも取れて美味しいです。なので、私は、青1を1行目に置きます。青1を取らない。そうか。私が青を妨害するために取っても、配置できるのは、角で孤立する1行目。あとは捨てるしかない。これが、3列目ポジションの強み。仕方ない。ここで青1を取らなきゃ、初手が無駄になってしまう。黒3を取られました。相手は、着々と3列目を配置しています。白2を取って、相手の4行目を阻止。同時に、4列目ポジションを狙います。橙3を取られました。こちらは、2行目もできていない、ピンチです。ただ、相手が黒2を取れば、床で白2ができます。私も2行目は置けそう。ダメなのは、ここで黒2を取ること。相手に、白2を取られてしまう。なので、赤1を取ります。私赤1、相手黒2、私白2、相手橙1でしょう。さて、2ラウンドです。相手が先行ですね。タイルは、黒5、白5、青4、橙5、赤1です。赤が全然出ませんね。相手は、白2を取って4行目を完成させました。私も、白3を取って3行目を完成させます。床に、黒3ができますが、相手は使いにくいでしょう。相手は黒3を取りました。おそらく、私が4行目に黒を置くのを阻止するためでしょう。それよりもまずいのは、スタプレを取られたこと。現在、赤は2枚しか出てません。次のラウンド、赤の期待値は10枚。相手は、それらを有利な状況で抑えようとしてます。とりあえず、今できること。赤を集めます。1行目、2行目を置くため、ここは橙1を取ります。相手は、青2を1行目に置きました。その後の配置がいやらしい、2行目を完成させるため、橙2の取り方。皿から取るか、床から取るか、床から取ると、相手は皿から黒1を取り、奇数種。
私黒1、相手青1、私大概2でマイナス4点増えます。ならば、皿から取りましょう。床の黒2は相手も打てないし、マイナス4点は嫌でしょう。なんだと、マイナス4点を取ってまで、妨害。さて、第3ラウンドです。相手が先行ですね。タイルは、黒3、白4、青3、橙3、赤7です。ここで、恐れていたことが。それより、さらに赤4って何ですかそれは。他は赤1しかないし、赤4取らないで赤4取らないでお願いします。何でもしますから。ですよね。さらに、相手は5列目も狙えそうです。とりあえず、青2を取ります。6点を確保しつつ、相手の2行目の選択肢を減らします。相手は大概1を取りつつスタプレ。私は白2を取って、相手の2行目の選択肢を狭めます。ここで赤1。私の赤を妨害する以外に狙いが、私赤1、相手赤1で、床のタイルは、黒3、白2、青1、橙2、相手の欲しいタイルは、5列目に必要な黒3、橙2。私は両方阻止できない。見事です。しかし、狙いが分かれば対処できます。まず、橙1を取ります。相手は両方とも諦めましたね。赤1を取って相手の2行目にプレッシャーをかけます。やっと黒が取れました。さて、4ラウンドです。相手が先行ですね。タイルは、黒4、白2、青3、橙7、赤4です。なので、5ラウンドのタイルは、黒3、白3、青6、橙1、赤7です。このラウンド、私は橙が取れません。相手に押し付けられないように、気をつけます。相手は、何としても、私に赤を揃えさせないようです。4列目ポジションの急所は赤。今の私のタイルを見ればわかりますが、列ボーナスでは赤が5枚必要な上、1行目はすぐ隣であり、タイルをつなげて得点を伸ばしたいところ。つまり、赤が大量に必要です。相手の狙いは完璧でした。ただ、終盤に失点をしてまで妨害すべきなのか、その一手、後悔させましょう。とりあえず、黒2で4行目を完成させます。相手は白1を取って橙を床に落としました。あわよくば私に橙を押し付ける気でしょう。その狙いをかわしつつ相手の2行目にプレッシャーをかけます。ここで橙4、何か狙いがありそうですね。とりあえず赤1を1行目に置いて得点を伸ばします。相手は橙1、5ラウンドは橙1しか出ないので、今のうちに完成させたかったのでしょう。そして残りは黒2、白1、青2、橙2。私黒2、相手青2と進めば、互いに2行目を埋められます。もちろん、そんな手には乗りません。私は3行目に青を置いて4点取れるし、
相手が黒2を取って妨害するなら、マイナス4点です。さあ、どうしますか？5ラウンドのタイルは分かってます。得点差は6点。なんとか逆転しましたが、相手は1列目と5列目でボーナスが狙えます。それを阻止しつつ、得点を伸ばしましょう。黒1を取って、相手の5列目ボーナスを阻止。と同時に、青2と白1を床に落とします。相手は赤2を取ってプレッシャーをかけます。ここで赤3を取って5行目を完成させます。ここで皿の青1を取って奇数種にします。黒2を取れますが、それより白3を取って相手の10点を阻止します。私34点、相手26点、対戦ありがとうございました。キリタン、お疲れ様でした。ありがとうございます。バーチーさん。それじゃあ、感想戦をしましょう。と言っても、すでに問題点は認識してますね。はい、第1ラウンドで相手の青を妨害したせいでタイル配置が乱れました。そうだね。青1をこのポジションで使うというのがなければ、妨害は難しいね。そして、4列目ポジションの急所は赤。キリタン、3列目ポジションが強いのはなんでかわかる。はい、3列目ポジションの場合、4行目白、5行目黒。2行目は、両端が黒と白。つまり、序盤は、列ボーナスを、狙いで4行目と5行目に。終盤は、タイルをつなげるように、黒と白を配置できる。その通り。黒と白の配置に無理がないんだ。感想戦はここまでにしましょう。キリタン、ご褒美です。わーい、トマトだ。トマト大好き。キリタンも喜んだところで、視聴者の皆さん。ご視聴、ありがとうございました。